やあみんな、ジュークだよ。今回はマキタのグラインダー GA402 を修理していくよ。じゃあ早速本編行ってみよう。さて、これが今回修理するグラインダーってボケてんな。これが GA402 だよ。とりあえず動作確認してみようか。バッテリーを接続してと、スイッチをオン。まあ動かんわな。最初にブラシを外していこう。硬いな。ハンドルつけてっと。買って反対側はどうなってんだろう。やっぱ硬いぞ。ビットを交換してっと。回ったけどな、ブラシが取れんぞ。反対側も回らんぞ。どうなってるんだ。おりゃー、いていってー、指切った。結論からすると、このグラインダーはブラシを外さなくてもハウジングはばらせるようだから、次へ進もう。みんなも部品が硬くて外れないときは何が理由があることが多いから気をつけてな。カバーを外すんだけど、これは溝にはまってるからぐるっと回してっと、よいしょ。グラインダーの頭の部分の4本のネジを外すと頭が取れる。1本、2本、3本、4本。ほこりで真っ黒だな。軸の部分を外すときは、グラインダーの背面側に少し切り欠きがあるので、ここをマイナスドライバーでこじってやると外れる。マイナスドライバーを用意してっと、よいしょ。外れた。この軸の部分をアーマーチェアというそうな。あ、なんか出てきた。多分こう軸受けかなんかじゃないかな。こんな感じ。スムーズに回転するようだけど、今のところは何とも言えないな。先端のギアはどうやって外すんだろう。とりあえず無理に外さないでおこう。真っ黒だ。ハウジングバラすか。ハウジングはラベル側の5本のネジで留められているよ。
3本4本5本あれ5本ハウジングのネジは頭の部分を留めてるネジと大きさが違うから混ぜないようにしておこう。やべ、ちょっと見切れとる。これでハウジングが2つに割れるはず。外れた。黒い。特に磁石の部分は鉄粉だらけだ。大丈夫か？お、取れる。この鉄粉は後で掃除しておこう。グラインダーの中はこんな感じ。とりあえず外してみるか。どうやって外すんだろう。反対側から押してっと、ブラシをセットする土台が熱で溶けてやがんな。道理でブラシが外せないわけだ。他の部分は大丈夫かな。スイッチどうやって外すんだろう。よいしょっと。外れた。コントローラーとよいしょ。 LED のリング汚ねえな。スイッチそのものはどうなんだろう。大丈夫かな。一応大丈夫そうだけど、とりあえずブラシの土台の部分を交換してみよう。というわけで修理していくよ。ついでに分解のおさらいもしていこう。まずはブラシを外すよ。これは外れないけど、実際はブラシを外しておかないと組み立て時にブラシが邪魔になってアーマーチェアをハウジングへ挿入できないんだ。次に頭の部分の4つのネジを外そう。1本
2本、3本、4本。これで頭の部分が外れるはずだ。頭が外れたらアーマーチェアを引き抜こう。グラインダー背面側の切り欠きをこじって少し浮いたら引き抜いてやる。よいしょ。ハウジングはラベル側の5本のネジを緩めれば OK だ。1本、2本、3本、4本、5本。これでハウジングがパカッと2つに割れる。これがハウジングの中身だ。こっちは磁石。磁石はちょっときれいにした。磁石側の割れはないようだ。ハウジングから回路を外していこう。この時、スイッチの部品のレイアウトを忘れないでほしい。後で組み立てられなくなるからね。さて、これが回路だ。ブラシの土台の部分が溶けて固まっているのがわかるだろう。これを交換しよう。軸受けの部分は取って利用しよう。ちょっと見づらいけど、配線のレイアウトを覚えておこう。これを間違えると、意図しない動作をしたり、部品が壊れたりするからね。回路を分解していこう。
スイッチのネジ端子の右側が黒で左側が赤だ。スイッチのネジはなくさないようスイッチにつけておこう。反対側の端子は引き抜けば抜ける。右側に赤の配線が2本、左側に黒の配線が1本だ。で、硬いな。LED のコネクタは爪があるので、この爪を押し込んでやれば抜ける。にしても LED 汚いな。コントローラーは赤、黒、黄の3本がバッテリーコネクタとつながっている。バッテリーコネクタにプラスやマイナスの刻印があるから間違えることは少ないだろう。基本的にプラスが赤の配線でマイナスが黒の配線になっている。これらのコネクタは抜け止めの爪がついているので、マイナスドライバーを使って爪を押し込んでやりながら引き抜く。引き抜くんだけど抜けんぞ。他の端子は抜けるんだけどな。プラスのコネクタだけ抜けん。まあいいや。コントローラーとまとめてパーツクリーナーで拭いてやろう。次はコイルの絶縁が壊れていないか確認するよ。この手の工具はモーターに過負荷が加わってコイル表面の絶縁膜が焼けてしまっていることが結構ある。そうするとモーター内でショートみたいな状態になってモーターとしての機能が壊れてしまうんだ。テスターを使って整粒子の端子と鉄芯を接触させて音が鳴らないことを確認しよう。
大丈夫そうだけど、端子がブラシのカーボンで汚れているな。ヤスリで端子についたカーボンを削り落とそう。お、思ったよりも簡単に落ちるぞ。削った後はパーツクリーナーで丁寧にカーボンを落とそう。カーボンを落としたら念のためにもう一度絶縁の確認をするよ。よし、大丈夫そうだ。今度はアーマーチェアの下側のベアリングの位置を少し下に下ろすよ。これはほとんど勘なんだけど、グラインダーの下側のベアリングって使っているうちに上に上がって回転不良を起こすことがあるんだ。だからアーマーチェア用のベアリングプーラーを使ってベアリングの位置を軸とつらい位置くらいになるまで下げてみたよ。
こんな感じ。さあ、いよいよブラシの土台を交換していくよ。配線はどっちだっけ。スイッチの左に手を書いてある方が黒だね。あ、コネクタの向き間違えた。よいしょっと。スイッチの右1と書いてある方が赤だね。こりゃ。コントローラーとバッテリーのコネクタもくっつけちまおう。黄色が真ん中。黒が右だな。コントローラーの細い赤の線をスイッチの右に取り付ける。コントローラーからの配線は右が黒で左が赤だな。この辺配線を間違えるとモーターが逆回転するかもだから注意だな。回路をハウジングに組み込んでいくよ。LED つけ忘れてた。
どんな感じだったっけ？コントローラーをつけて、LED をつけちまおう。よいしょっと。ゴムの軸系を流用して、あれ、軸系あった。ブラシの土台は赤の線が手前に来るよう取り付けよう。スイッチのレイアウトは忘れないようにしよう。これを忘れると復元できなくなるからね。
動作を確認してっと。これでよし。磁石は溝が切ってあるからそれに合わせよう。これでハウジングが組み立たった。組み立ては分解の逆再生をすればいいのだけど、これはまた後で説明するよ。ブラシを用意して、あ、1個落ちた。ブラシをはめていこう。バネで結構入りにくいな。さて、動作確認していこう。うん、いい感じ。さあ、各部品を掃除してきたよ。グラインダーを組み立てていこう。今回はアーマーチェアの部分は分解しなかったよ。ベアリングにガタがあるなら打ち直す必要はあるけど、ベアリングの圧入は他の道具が必要になるし、道具がないなら叩き込まなくちゃならない。今回は正常に動作したからパーツクリーナーで掃除するだけにしといた。まずは頭の部分のグリスアップからだね。ここでも各回転軸にガタがないか確認しよう。グラインダーの頭は M4 のネジ4本で固定されている。グリースを用意してたっぷりグリースを入れよう。ここでも
グラインダーの頭全部は分解していない。問題があるなら分解する必要はあるけど、問題ないならグリスアップにとどめていいんじゃないかな。軸側にもグリスを塗り込んでっと。見えにくいけど、頭の軸は軸の外側に切り欠きがある方を上に来るよう組み立てよう。余談だけど、オイラはこういう時対角締めを意識しているよ。さて、いよいよハウジングの組み立てだ。回路をハウジングにはめていこう。バッテリーコネクタ、コントローラー、LED の順につけてってっと。
次にスイッチをつけよう。スイッチの黒い部品とスイッチ本体は一緒に組み込んだ状態でハウジングに入れないと入らないので注意しよう。ブラシの土台は赤の線が手前に来るよう取り付けよう。磁石は溝が切ってあるからそれに合わせよう。反対側のハウジングをかぶせて5本のネジを締めれば OK。1本、2本、3本、4本、5本。次にアーマーチェアをハウジングに差し込もう。鉄芯が磁石にくっつくので慎重に。そしたらグラインダーの頭を本体につけて4本のネジを締めれば OK。1本、2本、3本、4本。最後にブラシの取り付けだ。ブラシはスプリングがついているからつけにくいけど根気よくつけていこう。
反対側もつけてっと。新しく購入したブラシカバーをつけて、完成。もう一度動作確認しよう。よし、いい感じ。付属品をつけて試し切りに出かけよう。とりあえずステンレスのバーを切ってみよう。次は角を削り取ってみよう。
よし、いい感じ。今回の動画はどうだったかな？ GA402D は比較的構造がシンプルだったから修理はしやすかったかな。おいらは今回指を少し切っちゃったけど、みんなくれぐれも怪我だけは気をつけよう。じゃあまたね。